皆さんこんにちは、いちです。本日も家庭で作れるレシピの紹介です。食材はカリフラワーです。フランスでも通年購入できる野菜で、レストランから家庭料理でもピューレにしたり、ポタージュや時にはピクルスとして活躍してくれる野菜です。フランスでは葉っぱがついた状態で約2キロほどの大きさが一般的で、スーパーやマルシェで3ユーロ前後で購入することができます。寒い時期に食べる印象が強いですが、春から初夏にかけても旨味を引き出せる調理法でごちそうになる野菜だと思います。今回は丸ごとオーブンでローストして仕上げる、下準備も後片付けも簡単で僕が一番大好きなカリフラワー料理です。下処理は汚れがついている葉を取り除き、軽く水洗いしてからまっすぐ立つように芯の部分を平らにカットしました。ちなみに野菜の食べない部分は近所で飼われているヤギや豚などの食事としてあげていい場所があるんですよね。ほんといろんな動物がそこら中にいるので、田舎暮らしっていいですよ。それではたっぷりのお湯でカリフラワーを丸ごと下茹でします。お湯は必ず一度沸騰させます。カリフラワーを入れるときはゆっくり沈ませて、やけどには十分注意してください。再沸騰するまでしばらく待ちます。各ご家庭のガスコンロや電磁調理器の性能は異なるので、再沸騰まで時間がかかってしまうという場合は、ここで一時的に鍋に蓋をすることをおすすめします。動画では約2分で再沸騰しました。カリフラワーをひっくり返して優しい沸騰状態を保ち、ここから10分間茹でました。下茹でするメリットは、カリフラワー全体にしっかりした味がつき、また仕上げる前の段階である程度火が入っているので、ローストする時間を短縮できるからです。それと小さいサイズのカリフラワーを使用する場合は、茹で時間を短縮して調節してください。下茹で加減を確認する方法は、包丁の先端などを中心に刺してほんの少し芯の部分に抵抗がある程度です。続いてカリフラワーの表面に塗るソース作りです。作り方はとっても簡単です。バターを溶かして材料を合わせるだけです。うわ、バターもオリーブオイルもいっぱい入れちゃってると思うかもしれませんが、結構通常運転なんですよね。僕感覚麻痺しちゃってますかね。スパイスはカレーパウダーとパプリカパウダーを選びました。お好みでコリアンダーパウダーやカルダモンなんかも少量入れてもいいと思います。塩と胡椒も入れてよく混ぜたら完成です。有塩バターを使う場合は塩は入れないでください。ちなみにソースの中にバター入ってるんで、冷たいとこに置いとくと固まっちゃいますよ。下茹でして水気を切っておいたカリフラワーを耐熱皿に移し替えました。耐熱皿に直接置いても全く問題ありませんが、クッキングシートなどを下に引くとローストした後にカリフラワーが取り出しやすくなるので、今回はクッキングシートを下に引いています。先ほど準備したカレーソースをハケを使ってカリフラワーの表面に塗ります。でもソースといってもほぼオイルなので、スパイスパウダーが混ざっているだけで放置しているとスパイスが沈んでしまいます。なのでハケでカリフラワーの表面にカレーソースを塗るときは、毎回ソースを混ぜながらスパイスが油分の中に均一になるようにします。っていうか、ソースって言っちゃいましたけど、これただのカレー風味のオイルですね。完全に。このカレーオイルを塗る時の注意点なんですが、カリフラワーは見ての通り表面が結構デコボコしているので、オイルの塗り残しが出てしまう部分があると思うんですよ。なのでオイルをまとわせたハケで何度もつっつくようにしてオイルを全体にまとわせてください。ここまでできたらあとはオーブンでローストするだけです。230度に設定したオーブンに20分間入れて表面にしっかり焼き色をつけます。少し焦げ目がつくくらいがベストな焼き加減です。もう少し攻めてしっかり焼き色、焦げ目ですかねがつくぐらいでも全然美味しいので試してみてください。レモン果汁をたっぷりかけます。1/2個絞ったレモン果汁をかけましたが、フレッシュで爽やかな酸味のレモン果汁はカリフラワーの旨味とカレー風味との相性がすごいいいので、
たっぷり中まで染み渡るぐらいかけてください。またこのまま耐熱皿ごと丸ごとのカリフラワーをテーブルに置くと見た目のインパクトがあるので、パーティー料理なんかでもいいと思うんですよね。カレーオイルをしっかりまとったカリフラワーを切り分けるならば、まな板の上にラップやアルミホイルなどをあらかじめ引いておけば、面倒な後片付けがだいぶ楽になると思います。切り分ける際は包丁をキッチンペーパーなどで拭き取りながらカットすれば、断面も綺麗な状態で保つことができます。ちょっと大きめに切りすぎちゃったかなってくらいの方が1人前の量としては最適だと思います。仕上げは断面に美味しいオリーブオイルと軽くフルルドセル、黒胡椒、最後にもう一度お好みでレモン果汁をかけたら完成です。でもやっぱほんとちょっと大きすぎましたかね。まあいいんじゃないですか。フランスも初夏を感じる暖かい陽気になってきました。こんな時には清涼感があふれてキレのある冷やした白ワインが飲みたくなりますよね。ちょうど冷蔵庫で冷えていたレモンやグレープフルーツなどの柑橘系果汁の香りが特徴的のミュスカデ・セーブル・エメンヌと楽しんじゃいます。口の中で崩れる柔らかい食感にカリフラワーの甘みと旨みに加えて優しいスパイシーな味わいは最高ですね。別で作っておいたカレーソースじゃなくてカレーオイルも追加でかけながら食べるとどんどん食べ進めれちゃうので怖いです。一度に全部食べきれなくても翌日以降は再びレンジやオーブンで温め直して同じように楽しむことができますし、冷めた状態でもサラダとして美味しく召し上がれます。つまり作り置き料理として熱々でも冷たい状態の2つの美味しい楽しみ方があるカリフラワー料理とも言えますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。